買って後悔しない、すんごい使えるダイソー500円スキレットの紹介です。お疲れ様です。鉄のフライパン動画でバズってる料理研究家ヒロさんキッチンです。実はですね、こんな質問よくいただくんです。鉄のフライパン使ってみたいけど失敗するの嫌だな、うちのコンロでうまく使えなかったらどうしよう、買ってみたいけど高いんだよね。これね、よくわかります。で、そんな時におすすめなのがこれ、じゃーん、ダイソーの500円スキレットです。スキレットってよく聞くと思うんですけど、実は使い方がね、鉄のフライパンと一緒です。なので今日はこんな感じでダイソーのこのスキレット詳しく紹介していきたいと思います。そしたらまずはですね、買ってきたら洗います。まずはダイソーから買ってきたらこれ洗剤で洗います。サビ止めの油がついてるので、これまずしっかり洗剤で洗って落としちゃいます。はい、こんな感じですね。これで流します。はい、これで洗い終わったらコンロで乾かします。はい、こんな感じで水分乾いたら、まず一番初めにやることは完了です。さあ、次に大事なポイントですね。まずシーズニング、これからやっていきます。簡単に言うと油ならしですね。スキレット火をつけて、火をつけます。サラダ油少し入れます。で、温めて、こんな感じで広げて、でこのまま温め続けると、こんな感じでちょっと分かりづらいですけど、煙が出てきます。煙が出てきたら火を消します。これ今煙見えますね。こんな感じで煙が出たら火を消します。そしたらこの油をですね、こんな感じで塗り広げます。これ全部塗っちゃって OK です。こうやって塗って、外側もですね、外側も塗っちゃって OK です。これで、手で触れるぐらいまで冷めたらシーズニング完了です。もうこれでツルツルに使えます。それでは次はですね、早速ちょっと目玉焼きとウインナー焼いてみたいと思います。美味しいんですよ。まずはですね、焼くために必要な油入れます。このぐらいかな。ウインナーも焼いていきたいんですけど、これ僕のおすすめ、この半分に切ってこの断面をですね、下にして焼く。鉄のフライパンとかスキレットを使う上で一番心配なのってやっぱくっついちゃうことだと思うんですよね。なんですけど、これさっきのシーズニングさえしっかりやってもらえばこんな感じです。こんな感じで、これ別に特に力も入れてないですけど、何も見てください。これ全然こんな感じでツルツルで使えます。ウインナーもね、これ見ててくださいね。これがたまらないんですよね。このこんがり加減、ちょっとこれもひっくり返してみたいですね。このいい感じ、めちゃくちゃいい感じで焼けてます。じゃあ焼き上がったので食べてみます。うまっ。で、このダイソーの500円スキレットは、こんな感じで傘ですね、結構深さがあるので、例えばチャーハンだったりとか、煮込み料理だったりとか、あとは揚げ物ですねっていうのもすごく美味しく作れます。それでは次はですね、この使い終わった後のお手入れ方法をご紹介していきます。はい、使い終わった後はですね、こんな感じで水と金だしでこんな感じで汚れを落としてもらえば OK です。で、めちゃくちゃこする必要はなくて、本当に汚れが落ちてしまえばね、もうこれで全然大丈夫です。こんな感じで汚れを落としたら、またコンロで乾かします。はい、こんな感じでお手入れしてもらえば、これでもう基本的に錆びることはないです。これで次使う時はスキレットにそのまま焼くための油を入れて普通に調理してもらえば OK です。もう一回シーズニングして焼くってことはしなくても大丈夫です。なんですが、ちょっと一つだけ知っておいてほしいことがあります。水分の多い調理をしたりとか、煮込みの料理をしたりとか、トマトとか酸味系ですねっていう料理をした場合は、どうしてもこのシーズニング取れてきちゃいます。で、取れてくるとくっつくようになっちゃうんですね。で、くっつくようになっちゃうんですけど、もう一回シーズニングして、で、使ってもらえれば
ツルツルに復活するので安心して使ってみてください。最後はデメリット紹介します。2つあります。まず1つ目はここですね。取っ手、これがね、めちゃくちゃ熱くなります。調理してると。なんですけど、こんな感じで、同じダイソーにスキレットカバー、これ100円ですね。これ売ってるので、これはめてもらって使うか、こんな感じでね、ミトンですね。これ使ってもらって調理してもらえば、もう取っ手が熱いというデメリットはね、解消しやすいです。で、もう一つのデメリットは、やっぱ重いんですね。同じ大きさの、アルミのフライパンと比べたらもうめちゃくちゃ重いです。なんですけど、鉄のフライパン全般的に、20センチだったらこんくらいの重さかなっていう感じなので、鉄のフライパンとしての重さだったりとか、この使い心地っていうのは、しっかりこのダイソーのスキレットでわかるかなと思います。さて、いかがだったでしょうか。500円じゃちょっと安すぎてダメなんじゃないかなと思うかもしれないんですけど、本当に、もうちょっと価格のいい鉄のフライパンと比べても、もう基本性能はしっかりしてますし、使い方も本当に鉄のフライパンと一緒。スキレットとしてもすごく使える。買おうかなと迷ってた場合には、本当に気軽に試していただける商品かなと思います。本当に結構小ぶりで使いやすいですし、このまま料理作って食卓に出してもめちゃくちゃ映えます。なのですでにね、鉄のフライパン使ってる人でも、サブとしてはめちゃくちゃおすすめです。実は僕もこれ買ってから、ほぼ毎日使ってるほど結構気に入ってるんですね。で、めちゃくちゃ本当に使えてます。ぜひね、この動画で鉄のフライパンに興味持っていただけたら、こちらですね、僕のおすすめの鉄のフライパン、リバーライト極めシリーズです。ステップアップ先にすごくちょうどいいです。またこちら見ていただけたら嬉しいです。また他にも何か聞きたいことありましたらお気軽にコメント欄書いてみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。